皆さんこんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。今日も私たちのポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ゆいさん、今日のお昼ご飯はもう食べましたか？はい、食べましたよ。今日は時間がなかったので、ピザを注文しました。ピザですか。いいですね。デリバリーですね。ええ、そうです。あきらさんはどうですか？自分で作りましたか？私は昨日の夜に作ったカレーを食べました。2日目のカレーですね。一番美味しい時ですね。そうなんです。ということで、今日のテーマはデリバリーと自分で料理をすること、つまり自炊ですね。はい。最近はアプリで簡単に食べ物を注文できますから、この2つで悩むことが多いです。そうですね。それぞれにいいところがありますから、今日はゆっくり話してみましょ私は先週仕事がとても忙しくて、週に3回もデリバリーを使ってしまいました。3回ですか。それは多いですね。やっぱり忙しい時は便利ですか？本当に便利です。家に帰ってから料理をする元気がなくて、アプリを開くだけで好きなものがすぐに届きますからね。確かに家から出なくてもいいのは嬉しいですよね。ええ、それに自分では作れないような珍しい国の料理も食べられます。タイ料理とかベトナム料理とか。それはいいですね。スパイスをたくさん使う料理は家で作るのが難しいですからね。そうなんです。だからちょっと特別な気分の時にもデリバリーはいいと思います。あきらさんはデリバリーを使いますか？私は月に1回か2回くらいです。あまり多くないですね。少ないですね。どうしてですか？注文した後、少し待たなければならないでしょ？配達されるまでに30分くらいかかりますよね。確かに、お腹が空いている時はその30分がすごく長く感じます。そうなんですよ。だから私は冷蔵庫にあるものでさっと短い時間で何か作ってしまうことが多いです。なるほど。自分で作った方が早いということですね。素晴らしいです。でも私は料理をすること自体が好きなんです。いい気分転換になりますから。気分転換ですか。野菜を切ったり、お肉を焼いたりする時間が楽しいんですね。はい、その通りです。週末は少し時間をかけて新しいレシピに挑戦することもあります。あきらさん、本格的ですね。私は料理は嫌いじゃないですが、仕事の後はちょっと疲れてしまいます。わかります。毎日しっかり料理をするのは大変ですよね。ええ、でも休日のお昼とか、時間があるときはパスタを作ったりします。自分の好きな味にできるのがいいですよね。そこが自炊の一番の魅力かもしれません。自分の好みに合わせて塩を少なくしたり辛くしたりできますからね。そうそう。私は辛いものが好きなので、自分で作るときはたくさん唐辛子を入れちゃいます。あはは、それはお店ではなかなかできないですね。自分で作るからこその自由ですね。はい。自分が食べたいものを自分のためだけに作る時間って少し特別だと思います。それに自分で料理をした方がやっぱり健康にいいですよね。それは本当にそう思います。デリバリーや外食は美味しいですけど、味が濃いことが多いです。ええ、塩や油がたくさん使われていることが多いですからね。毎日食べると少し心配になります。そうなんです。私、先週デリバリーが続いた時、野菜が足りないなぁと感じました。外食のご飯だとお肉や炭水化物が多くなりがちですよね。はい。だから休日はスーパーでいろいろな野菜を買ってきて大きなサラダを作りました。体が喜んでいる感じがしましたよ。それはいいですね。自分で材料を選ぶと何を食べているかがはっきりわかるので安心ですよね。ええ。新鮮なトマトやキャベツを見ると
やっぱり料理もいいなって思います。健康を考えると自炊はとても大切ですね。健康も大切ですが、やっぱりお金のことも気になります。そうですね。デリバリーは料理の値段に加えて配達の料金もかかりますから高くなります。そうなんです。1回で2000円くらいかかってしまうこともあります。自分で作れば同じメニューでも半分以下の値段でできることが多いですよね。確かに。でも、アキラさん、一人暮らしの自炊って時々すごく高くなりませんか？材料をたくさん買ってしまって使い切れない時ですね。そうです。例えば特別な調味料とか、ちょっと珍しい野菜を買うと、結局お店で食べるより高くなっちゃうことがあるんです。よくわかります。キャベツを一つ買っても毎日キャベツを食べないといけなくなったりしますよね。毎日キャベツは辛いです。だから上手に買い物をしないと自炊は安くならない気がします。そうですね。計画的に買い物をして冷凍などをうまく使うことが大切だと思います。あともう一つ。自炊は時間のコストもかかりますよね。買い物に行く時間、作る時間、そして食べる時間ですね。そして私が一番嫌いな片付けの時間です。片付けですね。お皿やフライパンを洗うのは疲れているときは本当に面倒です。そうなんですよ。せっかく美味しいものを食べてリラックスしても、お皿を洗わなきゃと思うと悲しくなります。デリバリーならプラスチックの容器を捨てるだけで終わることも多いですからね。それは大きな違いです。はい。お金はかかりますが、デリバリーは時間と楽さを買っているんだと思います。なるほど。とてもいい考え方ですね。自分の時間が足りないときは、少しお金を払ってでもデリバリーを使う価値がありますね。ええ。だからデリバリーが悪いわけじゃないんです。いつ使うかが大事なんですよね。そう考えると、全部デリバリーにするか、全部自炊にするか決める必要はないですよね。そう思います。うまくバランスを取るのが一番です。例えば、私は忙しい平日の中日はスーパーでお惣菜を買うこともありますよ。お惣菜。作ってあるおかずを買うということですね。私もよくやります。ご飯だけ家で炊いて、サラダやお肉のおかずは買ってくるんです。そうすれば少し安くなりますし、便利です。それは賢いですね。私は最近、週末にご飯とおかずを多めに作って冷凍しておくことにしました。作り置きですね。素晴らしいです。電子レンジで温めるだけで自分の作ったご飯が食べられるので、平日の夜がとても楽になりました。それなら片付けも少ないですし、お金もかからなくて最高ですね。私も来週からやってみようかな。ぜひ試してみてください。無理をしないで自分に合った方法を見つけるのが一番ですね。今日はデリバリーと自炊のいいところ、そして大変なところについていろいろ話しました。はい、それぞれ違う良さがありましたね。聞いてくれている皆さんはデリバリーと自炊どちらが好きですか？あなたの国ではデリバリーのサービスはどんな感じですか？ぜひコメントで教えてくださいね。楽しみにしています。そしてもし今日のポッドキャストが楽しかったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そうだ。このエピソードで私たちが話した日本語のスクリプトは一番上のコメント、固定コメントからダウンロードできますよ。はい、難しい単語や漢字の確認にぜひ使って勉強に役立ててくださいね。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。